私たちは今ここにいます。ワクワク。こんにちは、水です。よろしくお願いします。はい。今日のお話はですね、ワオポノポノがなぜ効くのかというお話をします。で、ワオポノポノなんですけども、スタートはここからですね。で、お話としては、ワオポノポノの理念というのをちょっとお話ししたいと思います。で、それを浄化に使うんですけども、なんでその浄化が効くのかっていうお話ですね。で、事の発端は、ここからスタートなんで、ここからのお話になりますけど、これです。問題。ずっとこの問題というのをじーっと見てると、この間にふと思い浮かんだ文字があって、問いかけてくるお題。問いかけてくるお題って何っていうと、神格様からの呼びかけなんじゃないかと。神様からの呼びかけですよね。で、この問題は、問いを書き換えて、課題にする。お題を課題に変えると。で、この問題っていうのはどこからやってくるのかっていうと、過去からやってくるんですけど、過去の記憶の再生ということで問題と呼ばれるんですが、負の感情がくっついていることでね。で、過去を書き換えて、過去を学び直してこの過去を書き換えるというのが、問題解決のやり方なんですがこの過去というのは人生の教科書だと。で、この今生きているっていうのはこの問題集を一生懸命解いているんだと。それを参考書と辞書を片手に一生懸命この問題を解きながら人生を学びに変えていると。で、未来というのは絵日記ですよっていうのを書いてるんですが、これを書いてるのはいつ書いてるのかっていうと、ワオポノポノでは寝る前に儀式の一つとして答えをください、答えをください、答えをくださいという形で答えをくださいを言ってから寝ています。で、目覚めた時に、こういうものを持ってホワイトボードの前に、僕の場合はぼーっとしたまま覚醒をするのは完全に目覚めるまでの間のことをダイヤモンドタイムって言うんですが、最初はこう片言ばっかり出てくるんですが、だんだんその、片言が文字に、文章になっていってっていうことで、これですよね。で、4つの言葉、これはホーポノポノなんですけども、このホーポノポノのこの4つの言葉使えるんですけど、最初だけ使えて、あとはあまり使えなくなっていくんですが、で、ここに来られる皆さんっていうのは、この4つの言葉の後に知りたくなるのが、どうやら12のステップというのが知りたいみたいなので、12のステップのことをちょっとお話ししておきますね。で、この4つの言葉は、12のステップの中の1つ、一部ですって言われてたんですが、じゃあ12のステップって何かっていうと、1から12までの段階を踏んで問題を解決する和解のプログラムです。和解をさせるっていうのが問題解決っていうことの、最終結論ですよね。で、12のステップの一部って言われてるんですけど、この言葉は12のステップの中に一言も出てきません。で、ふって気がついたのが12のステップの中に5番目に介護の祈りっていうのがこのごめんなさいにあたります。で、7番の解放というのがこの許してくださいにあたります。で、10番の閉式の祈りが
愛してますにあたります。で12番の謝辞っていうのがありがとうにあたります。それで12のステップの一部なのかっていうのをちょっと見つけたんですけども、だから順番はこの順番で唱えてくださいねって言うんですが、この言葉のこの3つとも使えないんです。で使っていくとどうなるのかっていうと、最初はいいんですけど、なんでいいのかっていうと、ありがとうが入ってるんでいいんですが、この3つはだんだん2つで負の感情が募ってって愛してますっていうのは英語読みをすると I love you になるんですよね。で慈愛を言ってるんですけど、だから愛してますもちょっと使えないなっていうことで、ワーポノポノでは理念というものを考えたんですが、理念と今やってるその挨拶と4つの言葉がうまくちょっとリンクしてたんだなっていうことに気がついたんで、ちょっとお話をしておきます。で、まず一番最初に今の、理念っていうのは挨拶価値慈愛概念です。でですねこの挨拶価値慈愛概念、なんでこういうふうに生まれてきたのかっていうと、まず一番最初に作った時に、理念の1番目は返事を正しくする、2番目が自分を見つける、これはセンタリンググラウンディングというのを書いてます。で、3番目にプラシーボ対ノーシーボ、自分を信じるということなんですが、4番目は、あなたは価値ですということを書いてます。最初はこうだったんです。これが、2019年の3月の16日に最初に書いたんです。でそれから9ヶ月ずっとやってて、2019年の12月の4日にだいたいこの原型が出ました。で書いてあることが問題から呼ばれた時、1番ですね。これは、返事をする。問題から呼ばれるっていうのは、神格様からの呼びかけですから返事をする。責任っていうのは返事をすることって言われるんです。で返事の仕方もいい悪いがあって、呼ぶ記にあるエイブラハムと呼ぶの答えですよね。呼ぶは私を呼ぶのは誰だという返事を、問いかけに対して問いかけで返したからちょっと、罰をもらうような形になって、エイブラハムははい私はここにおります Yes I'm here って言って、祝福を受けたっていうことですね。で日本語に変えると Yes I'm here ははい私はここにいますじゃないですか。いやそういう返事をした方がいいんだなと。で日本語の返事っていうのははいしかないので、それでは足りないなっていうのをずっと思ってたんですが、でそれに三位一体この価値っていうのが関わってくるんですが、はい私たちは今ここにいますワクワク、返事というのは責任っていうのが返事をすることになるんで、ただ正しい返事をずっと考えていたんですが、返事っていうのは問題が来た後、問いかけがあった後にする行為なので、返事をしてるとちょっと遅いなと。だから返事より先にできるものがないかということを考えた時に挨拶というものが出てきたんです。で挨拶っていうのはどうすればいいんだろうっていうふうに、じゃあ返事を先に持ってきちゃえば、正しい返事を先に持ってしておけば大丈夫なんじゃないかっていうことで、はい私たちは今ここにいますワクワク、今とここを入れて、この瞬間瞬間ですね。私たちっていうのは三位一体のことを言ってます。で、私たちはあなた様の前に常に控えておりますよということを言ってるんですが、どのような心持ちで控えているのかっていうと、ワクワクした気持ちですと。
問題というのは必ず負の感情を連れてきますんで、負の感情に打ちのめされる前にワクワクと言っておくことで、その負の感情の効果を和らげると。で 100% の責任を受け取るっていうのは、ごめんなさいと許してくださいでは無理です。これはもう絶対に無理だと、もう12年やってもう完全に分かってますんで、不可能なので挨拶を考えついたんですけどで、価値っていうのは三位一体のことを言います。で、三位一体になるっていうことで、自分の中におのおの3つの違う自分がいる。自分であっても顕在意識だけでは、一つなので関係性を説明できないんですが、自分とウニヒピリというふうな形で、自分とウニヒピリになるとここで関係性が生まれるんで、私という存在は、ウハネという存在はウニヒピリという子供を持ってますとか、お母さんが、この子の母が私ですよという形で2つの自己があると、自分というものを説明できます。ウハネだけ私というものを説明してくださいと言っても、私一人では説明ができないんです。自分の存在が証明できない。で、私という存在は何かの条件をつければいいんですよね。だから今言ったウニヒピリの母親ですということで、私というのは条件がつきますから、そこに存在が出る、関係性があるということが存在が出ると。で、存在が生まれるということは価値があるということですね。価値っていうのは差なんですけどね、格差も価値なんですがカタカナで読むと差っていうのが、神様のことなんですが、価値は差、その三位一体になることで価値を生み出すということで理解をしてください。で、ここで三位一体にならないと、ごめんね、許します、ごめんなさい、許してくださいなんですが、このごめんね、許しますで 100% の受け取りができると。挨拶、価値、自衛概念の価値はごめんなさい、許してください、懺悔と許しです。懺悔という三位一体になって懺悔と許しをすることで価値が出ます。ここで挨拶とごめんなさい、許してくださいっていうのが価値で生まれます。で、愛してますなんですが、慈愛なんですけど、I love 右で、慈愛なんですが、言いませんよね、普通ね。で、自分の中の問いを愛に変容しますということで、愛し合います。問題はウニヒピリから持ってくるんですが、ウニヒピリからウハネに向かって懺悔と、ウハネから許しで、ウハネが懺悔とウニヒピリから許しみたいな、お互いが懺悔と許しをすることで慈愛に変わります。愛し合いますっていうことですね。問題を持ってきて、問題を受け取って、変化を認めて、このごめんなさいって許してくださいっていうのは、この、フナの教えの中では他人の話の中で認識して、問題って誰かが何かが見せてくれるんですけど、他人の中の何か相手を見て認識をするんですけど、その認識している受け取りっていうのは我が身で受け取るんですよと。で、受け取る変容を加えるとき、フナの教えでは、相手の許可を必要とします。必ず相手から、変えてもいいですかと。許してくださいっていうのは、
その変容を加えることを許してもらえますかということで、謝罪ではなくって許可を求める許してくださいです。ここを、謝るような謝罪という形で許してくださいを使うので、負の感情が溜まっていくんですけども、ごめんなさいということで、まあ言えばごめんくださいで、形を変えることを許してもらえますかで、許可をいただいたらいいですよと相手が許してくれたら、それを形を何に変えるのかっていうと、愛に置き換えてしまう。それを愛し合うということで慈愛で、最後は感謝で送るんですけど、愛に置き換わってくれたことに、ありがとうの感謝で概念って書いてますが、概念っていうのは何かっていうと、問題のある場所です。問題も記憶の倉庫からやってくるんですね。概念イコール記憶の倉庫で、ありがとうという形で、またその問題が起こりました。問題を変容して慈愛をして愛に置き換えて概念の中に返す、記憶倉庫の中に戻すで、次の準備を整えておくということで、感謝で終わって次の問いを待つ、次の神様からの呼びかけを待つというのがループしてるんですね。で、最初挨拶価値慈愛概念、ごめんなさい、許してください、愛してます、ありがとうを自分の中でやると、ごめんね、許します、愛し合います、ありがとうだから、外側で見てるものも、これは自分の記憶の倉庫からやってきたもんなんだということの、認識を持って自分の中に一旦入れて、そこで変容を加えて自分の記憶の倉庫に戻す。人が見せてくれてるけど、ここで、やっぱりやることが不平不と不満と愚痴と文句を言って自分のもんじゃないという形で受け取りをしないから、受け取りもしないものは変容できませんので、受け取るためにこの理念っていうものを、考え方を身につけていただくと、これも効果を発揮します。で、ホーポノポノは間違いじゃないんですけど、足りないだけなんです。で、みんな正しいんです。フナの教えも正しいし、ホーポノポノも正しいし、ワーポノポノは、自分の中では正しい。ホーポノポノそのものが物事を正しくするということなんですけども、この理念挨拶価値慈愛概念はこの4つの言葉とちょっとリンクしてるんですよねっていうことが分かっていただけたらいいかなと。で、これを知ること、これを理解することで、ごめんね、許します、愛し合います、ありがとう、自分の中で唱える4つの言葉が効果を発揮します。これが分かっていれば、自分のしたこと、何をしているのかが分かりますから、したことが返ってくるので、神格様からの問いかけに対して正しい返事をして愛に変容して戻す、その作業を自分でやってるということが浄化という形になります。で、僕は常々一番最初は挨拶って言ってますけど、まず感謝なんだなって、挨拶よりまだ前に感謝をしておくことが最初に必要なんだなって。なぜかっていうと、最後に感謝だから、最初から感謝をしておく、そこに挨拶価値慈愛概念を入れて、私たちは今ここにますで受け取り、ごめん、自分の中に入れて、ごめんね、許します、愛し合います、ありがとうって言って、また感謝で戻す。外からやってくる、目の前で見てるから、外からやってくるように見えるんですけど、実は自分のものだということを、実は自分のものだという認識が 100% の受け取りになるんで、この 100% の受け取りがちょっとできなくなるトラップっていうのがここには入ってますんで、それが分かりながら使っているんであれば、これも効きます。なので、
ワーポノポノに変えたという理由は、そういうことですよと。これ絶対に効くメソッドなはずなのに効かなくなったのはなぜだろうということで、それは事の発端ですね。で、ワーポノポノの理念と浄化というお話です。で、やってみてください。4つの言葉、感情が起こった4つの言葉、常々、はい、私たちは今ここにいますワクワクというその感謝にあふれながらやっていると、少しずつ現状が変化してくると思います。今日はワーポノポノというのは魔法ではなく違法ですよとしたことが返ってきてるというだけなので、はい、誰にでもできます。ただちょっと頑張ってほしいのは、これができると自分のことを自分で信じるという、自分にフラシーブをかけておくということが一番大事ですね。自分を信じることですね。これがあると必ず効きますから、はい、やってみてください。以上です。はい、私たちは今ここにいますワクワク。はい、今日はなんでワーポノポノが効くのかという、お話でした。これは間違いない方法ですのでやってみてください。はい、以上です。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。